モリアーティ教授です。今回はダイニングテーブルを作ります。天板としてパイン集成材を使おうと思ったら意外に高い。そこでホームセンターで売ってた杉カフェ板を使いました。カフェ板ってグッドデザイン賞を取ってるんですね。カフェ板の規格は長さ 2000mm、幅 200mm、厚さ 30mm です。通常はダボやビスケットジョイナーでつなぐところですが、1x4 材だけで固定しています。目隠し加工がされているので、横幅98センチの天板だと特に強度不足はないようです。足は金属製の長さ 66.5 センチというものを Amazon で購入し使用しました。カフェ板は2枚で約2000円、1x4 材6フィートで1枚230円、足は角足4本セットブラック TBK-50SP で5277円でした。全部で約7500円くらいで作れました。横幅がずれると仕上がりが悪くなるので、長さに気をつけてテーブル層でカットしました。端は目隠し加工が不要なのでカットしました。固定用の 1x4 材は端を斜め45度にカットしました。天板のカフェ板と 1x4 材をコーススレッドで留めていきます。下穴を開けてネジ止めするだけですが、下穴が突き抜けないように気をつけて開けてください。僕が今回使ったドリルはショートタイプなので、最後まで入れても突き抜けません。穴位置はこんなもんだろうという適当なところにマーキングして開けました。板1箇所あたり4本で留めました。一番端は足が固定されるので2本で留めてます。足はネジ4本で固定するので、下穴を開けてネジ止めしました。足とインパクトドライバーが干渉して斜めになるため締めにくいです。機材のある方は工夫で解決すると思いますが、森は何もないので強引に締めました。この足は穴が M6 用なので太いネジを使うようになっていますが、木が割れると困るので太さ 5mm のトラスタッピングビスで固定しました。ボッシュのランダムアクションサンダーで天板表面を整えました。手でやるよりかなり早くヤスリがけできます。うるさいけど超便利です。表面の塗装はワトコオイルで行いました。これって1度目は結構多めに塗るのがいいみたいですが、僕は染み出てくるオイルが嫌いなのでペーパータオルで比較的薄めに塗ってます。しばらく乾燥させて拭き取りました。2回目も同じように塗った後、なんかすげえ間違ってると思いますが、ランダムアクションサンダーでウェット研磨しました。耐水ペーパーで木目に沿って研磨するのが正しいです。木の自然な感じを残したいのでニスは塗らずに仕上げました。たまにワトコオイルを塗ったり手入れして使っていこうと思います。杉の木目と足の黒が良い感じのテーブルができました。
YouTuber の方が作っている素晴らしい作品に比べたらまだまだな出来ですが、モリアーティ教授の動画をよろしくお願いします。